懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。今回は2009年発売の金消し復刻版パート11の技消しスペシャルマッスルドッキングその1。まずは筋肉ドライバー分をペイントします。金消し復刻版技消しスペシャル、当時のカプセルに同梱されていたブックレットです。この弾は復刻版の第11弾。技消しのラインナップで今回のマッスルドッキングの他にもクロスボンバーやアシュラバスターなど魅力的な新規造形のデザインも数点ありました。初代アニメカラーを参考に二超人、いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。まずはこの技消しの素体、塗装前を見てみます。新規造形で一応ちゃんと自立できるようにデザインされていて、今回塗装するネプチューンマンが基盤で重要な役割。テリーマンが筋肉ドライバーを仕掛ける珍しいシーンです。塗装後のレビューを先に。今回は初代アニメカラーリングイメージ。まずテリーマンは肌カラーに青、黄色を中心とした彩色。続いてネプチューンマンです。こちらは緑のコスチュームがアニメカラーの特徴。少し濃い色味の肌カラーで色分けしています。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取るベンジン漬け込みを一晩から2日して、可素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く、乾燥させ、ミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。ここからはテリーマン、ネプチューンマンの順に塗装動画です。ベースとして全身にまずファレホのゲームカラー、デッドホワイトを塗りました。下地の完全乾燥の後、肌カラーです。モデルカラーのライトフレッシュにブラウンローズという塗料を調色して、ほんのりピンクがかった肌色を作りました。塗装面積は大きいです。色ムラが出ないようにシタデルカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れるシタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料で、イギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。色分け2色目は青です。ゲームカラーのマジックブルー。明るい鮮やかな青のカラー。瞳、パンツ、ブーツ、グローブ。初代アニメカラーのテリーマンを象徴するカラーです。適度な粘性で隠蔽力強い塗料です。口には濃い赤色。ゲームカラーのスカーレットレッドを使用しました。黄色です。ゲームカラーのゴールドイエロー。シューズに1本黄色いライン。そして肩、パンツのスターエンブレムと頭髪に。隠蔽力には課題のある黄色ですが、このカラーはオレンジに寄せていて優秀です。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ、効率よく塗装をしました。色分けの最後は両足のサポーターとシューズの紐の部分に白を上塗り。モデルカラーのホワイトグレーです。少しグレー味を帯びた白のカラーで隠蔽力は強い。最後は肌カラーを上塗りです。塗り残し、塗りムラがこれで解消しました。テリーマンの塗装でかかった時間は約50分でした。テリーマンはアメリカ・テキサス出身の正義超人。超人強度は95万パワーの設定です。必殺技はカーフブランディング、オクラホマスタンビート、テキサスクローバーホールド。アイドル超人軍では連載当初から筋肉マンの親友的存在。続いてネプチューンマンです。こちらもゲームカラーのデッドホワイト。水で溶いて全体に薄く塗りました。よく下地作りに使っている濁りのない白、純白カラーです。口にゲームカラーのスカーレットレッドを使用しました。続いて黄色です。ゲームカラーのゴールドイエロー。頭髪、口ひげ、
下半身部分のコスチュームに使いました。下地の白も効いて一発で色が乗り切りました。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメイン。粘度は低め、隠蔽力、塗膜は強い特性を持っています。マスクの目の部分にシタデルカラーベース、グレーナイトスティールです。上半身のコスチュームに緑です。モデルカラーのミディアムオリーブ。このカラーがアニメカラーのネプチューンマンを象徴します。リストバンドにも使用しています。コスチュームの縁取りラインに一段薄い緑。モデルカラーのライトグリーンを使用しました。極細筆を使って丁寧に色を入れました。パンツとシューズには黒です。ゲームカラーのブラックを使用です。標準的な黒カラー。適度な粘性で扱いやすい塗料です。塗って別の箇所の作業のうちに乾いてくるので、結果的に2度ほどの重ね塗りでしっかり色をのせました。筆で塗りに行くとムラになってしまいがちなので、先端で叩いて色をのせるイメージで作業をしました。ネプチューンマンはイギリス出身のパーフェクト超人で、超人強度は2800万パワー。正体は最強の超人喧嘩マン。マグネットパワーの使い手で、ヘルミッショネルズのクロスボンバーは何人もの超人のマスクを剥がした強烈なインパクトの必殺技でした。肌カラーにはモデルカラーのフラットフレッシュを使用しました。しっかりした色味の隠蔽力の強いフレッシュです。色分けも終盤、細かい塗装箇所もたくさんありました。塗料は水性アクリルのファレホを基本にシタデルカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩、仕上がりはマットな表面の質感になります。速乾、無臭、均一で色ムラが出にくい、水溶性、これらが何といってもファレホの魅力です。最後はゲームカラーのシルバー、マスクとコスチュームのトゲの部分に使っています。当時物の金消しで約4センチ程度のサイズ感を持つ筋肉マン消しゴムの標準的な大きさのものがレギュラーサイズ。2000年代に入ってリバイバルブームで主要キャラクターが全11弾に分かれてシリーズ化され、復刻版としてリリースされました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。筋肉ドライバーの状態に組み上げて、フロントビューからリアビューまで。ということで、今回は筋肉マン金消し塗装。復刻版のパート11のシリーズから、テリーマン、ネプチューンマンを初代アニメカラーを参考に水性アクリル塗料にてペイントをしました。次回は筋肉バスターを完成させ、マッスルドッキングを組み上げます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。